こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は、史上最悪のビル崩壊事故となった、ダッカ近郊ビル崩落事故について解説するぜ。このチャンネルではできる限り 3D の再現 VTR を使って、当時の状況をわかりやすくお伝えしています。ゆっくりしていってね。ちなみにダッカって聞いたことあるような気がするけど、どこだっけ？ダッカはインドの隣、バングラディッシュの首都だ。もっとも、事故はダッカの北西20キロ、サバールという人口140万人の都市で発生した。結構な大都市ね。事故があったのはラナプラザという商業ビルだ。2007年に建築され、衣料品の縫製工場が入居しており、約3000人が働いていた。建物は8階建てだったが、6から8階は建築許可のない、そもそも違法建築のビルで、以前から危険視されていた。3フロアも無許可で建て増しされたビルだったのね。最初からとんでもなくダメね。予兆があったのは事故前日の2013年4月23日。ビルの壁、柱に、それまでなかった大きなひび割れができているのを従業員が発見した。マネージャーが地元警察に報告したところ、地元警察は検査の必要ありと判断。従業員に退去命令を出し、従業員は一旦退去した。一度は避難していたのね。そうだ。だが、工場経営者はこれに激怒。従業員に対し、仕事に戻るよう命令した。戻らない人間には解雇も示唆していたらしいぜ。結局、事故当日、通常通り従業員が出社していた。みんな生活があるから、断れなかったのね。そうだ。バングラディッシュはアジア一の貧困国と言われている。みんな生活はカツカツで、職を失うわけにはいかなかったんだぜ。そして2013年4月24日8時45分、いつも通り工場の各階に設置してある4台の発電機を動かすと、大きな地響きとともに、ビルが崩れ始めた。ビルの崩落は数分間で、あっという間の出来事だった。各階はトランプのカードのように上から順にパタパタと崩れ落ちていき、その間にあるもの全てを押しつぶしていった。ビルはほぼ原形なく崩れ、多くの人が瓦礫の下敷きになった。怖すぎる。事故直後の9時7分、消防署へ第一報の通報がなされた。ただし崩落時の轟音を聞き異常を察知していた地元の消防隊は通報前に出発しており、9時8分には到着した。消防隊員は未曾有の事態を前にしばし呆然と立ち尽くしたという。この状況じゃ仕方ないわよ。消防隊に遅れて、警察、消防団が到着したぜ。後日、陸軍までも動員され、懸命な救助活動が実施された。しかし、大量の瓦礫を前に作業ははかどらなかった。人力で行うには限界があったぜ。まさか、事故から4日後の2013年4月28日、約400人の死亡者が確認された。経過日数的に生存は絶望的であるという判断のもと、解体に重機が投入されたぜ。まだ4日でしょ？生きている人がいるかもしれないのに。その通りだぜ。奇跡的に、事故から17日目の5月10日、3階の残骸部分から救出された女性もいる。パイプの中を伝わってくる空気を吸い、手元にあった食べ物、水を少量ずつ摂取し、なんとか生き延びたんだぜ。食べ物や水、空気があったのね。奇跡としか言いようがないわね。話を元に戻して、事故から10日後の5月3日には死者数525人、5月10日には死者数1045人を確認したぜ。1000人超え、そんなに従業員でいっぱいのビルだったの。バングラディッシュの首都ダッカ地区は東京の2倍の人口密度を誇る超過密都市だ。従業員はすし詰め状態で作業していたんだが、それも崩落の一因なんだ。詳しくは口述するぜ。最終的な死亡者は1127人、行方不明者500人、負傷者2500人にも上った。ほとんどは工場の女性従業員だ。ビル崩落事故としては未曾有の大惨事となった。調査委員会が救助活動中の段階で設置され、早くに重機を投入したことが死者数を増大させたと結論付けられたぜ。そりゃそうでしょう。重機で踏まれなかったら助かった人もいたんじゃないの？日本だったらまず不可能ね。そして崩落の根本的な原因も明らかになっていった。理由は大きく3つ。1つ目は、ラナプラザはもともと商業ビルで、工場としての耐久性や強度は持ち合わせていなかった。というかそもそも商業ビルとしての基準すら満たしていない、質の悪い鉄筋やレンガなどを使っていた。ひどすぎる。2つ目の理由は、フロアにすし詰めで従業員を配置し、数千台のミシンを使わせていたこと。フロアの床が重さに耐えきれなかったってこと？いや、もちろんそれもあるがもう少し複雑だ。数千台のミシンを動かすにはとても電力が足りず、各フロアに4台ずつ発電機を設置し、足りない電力を補っていたそうだ。この発電機と大量のミシンが共振を起こし、ビルは常に小地震で揺れているような状態だった。
それがだんだんと支柱や壁にダメージを与えていった。すし詰めで、さらに発電機の轟音がする中、作業させられていたのね。そして今回の事故、やりきれなさすぎる。三つ目の理由は、工場が入っていたのが前述した違法増築フロアだったということ。工場が入っていた上層階は特に強度が弱く、また、強振が地面に逃げない分、強振の影響が大きかった。完全に人災じゃないの。もちろん経営者の責任は追及されたのよね。もちろんだ。サバール行政局の技師二人が、ひび割れを知りながら建物の安全承認をした容疑で逮捕された。また、ビルの所有者はインドへ逃走を図ろうとした際に水際で逮捕された。縫製工場の経営者や幹部も捕まっているぜ。これだけの事故を起こして逃走とか、ひどすぎる。ああ、この事故に関して経営者側の行動は一貫して最低だ。しかも事故から2年後でも被害者への賠償額は1人当たり2100アメリカドルと、ほぼ支払われていないに等しい。被害者が全然浮かばれないじゃないの。残念ながらな。しかし進展した点もある。どういうこと？バングラディッシュは中国、イタリアに次ぐ衣料品の大輸出国だ。崩落したビルではマンゴーやベネトンなど、27の有名アパレルメーカーの生産を担っていた。この事故により、工場経営者が責任を追及されたのはもちろんだが、もう一つ明るみになったのがアパレル生産者の労働環境の劣悪さだ。ファストファッションが世界中で大ブームを起こしている裏側で、末端の生産者は過酷な労働環境の中、長時間の労働を強いられていたことが世界的に問題視された。コーヒーとかカカオってフェアトレードみたいな制度があるじゃない？アパレル業界には生産者を守る仕組みはないの？アパレル業界を名指しした制度はなく、バングラディッシュの法律に任されていた。そこで事故から1ヶ月後、世界中のアパレル企業222社が署名し、バングラデシュにおける火災予防及び建設物の安全性に関する協定、バングラデシュ労働者の安全のための提携が締結された。署名した企業の中には H&M やユニクロ、またザラといった日本に馴染みのある企業も含まれる。また、労働組合法が改正され、労働組合の登録手続きが大幅に簡易化した。すぐさま労働環境の改善に向かったのね。よかった。だが、未だに労働組合のある縫製工場は 10% 以下だ。労働組合の設立に動くと経営者からの脅迫を受けたり、経営者に雇われたであろうチンピラに暴力を受けたりしているらしい。アパレル業界の改革だけではなく、根本的な法の執行体制や順法意識の向上が望まれるぜ。以上、今回はダッカ近郊ビル崩落事故について紹介させてもらったぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからも世界の大事件を 3D の再現 VTR 付きで解説していくので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また見てね。